皆さんこんにちは。トニー高谷です。今日は前回に続きましてキハ82の妻板周辺のディテール工作を行います。最後までよろしくお願いいたします。まず昇降用のステップの穴を開けます。人によっては手すりと呼ぶ方もいらっしゃいますが、この動画では昇降用ステップという名前を使用します。直径 0.3 ミリの穴を開けますが、すぐにはステップを取り付けません。先に他のパーツを取り付けるための目印に利用します。取り付けるパーツはこちらになります。エコーモデルのエッチングパーツです。こちらのサボ受けは次の機械に取り付けるとして、今回はこちらの小さな表差しを取り付けます。このところ老眼には厳しい作業が続きます。それとジャンパー線の取り付け穴も開けておきます。ステップ用の穴を頼りにして表差しを取り付ける位置を描きます。エッチングパーツをランナーから切り取りましたが、ランナーの出っ張りが少し残りましたので、ヤスリで削って修正します。小さいパーツを保持するのが大変で、万力に挟んだり逆作用ピンセットに挟んだりして削っています。表差しをハンダ付けします。余分なハンダを除去したところです。左下に穴を開けていますが、こちらの微糖掛けを取り付ける穴になります。次は昇降用のステップを作ります。直径 0.25 ミリの輪青銅線を使います。線材をこの字に曲げますが、まず線材をピンセットに挟んで曲げます。万力に挟んで曲げてもいいのですが、こちらのピンセットは挟む部分がきっちりと直角になっていますし、こちらの方が使いやすいので使用しています。もう片方も曲げますが、こちらは簡単なチグを作りました。チグといっても厚さ1ミリの真鍮板に 0.3 ミリの穴を開けて少し筋彫りしただけのものです。曲げた輪青銅線を穴に入れて、ご覧のように裂い目のヤスリでチグに挟みます。別にヤスリでなくてもいいのですが、滑り防止のために使っています。別の1ミリの厚さの真鍮板を押し当てて線材を曲げます。まだ完全にこの字ではなくて少し開いた状態ですので、ピンセットに挟んで調整します。
足同士が平行でないものもありますが、つま板に取り付けた後に修正できます。どうしてもわずかとはいえ幅の狭いものと広いものができてしまいますので、少し多めに作って幅を揃えています。ステップをつま板に取り付けますが、ご覧のようなヒノキの角材を用意します。1ミリの角棒が手元にありませんでしたので、2ミリの角棒から削り出します。出来上がった角棒をスペーサーにしてステップをハンダ付けします。それではハンダでステップを固定します。こんな感じで最初のステップを取り付けたところです。引き続きステップを取り付けていきます。今使用している木の角材ですが、結構いろいろな作業で使えます。ただご覧のようにハンダ付けの際の熱で焦げやすいので使い捨てになってしまうケースが多いです。それで2両目には新しく削り出した角材を使用します。つま板左側の昇降ステップを取り付けたところです。次は微糖掛けを取り付けますが、非常に小さなパーツでフックをまっすぐに取り付けるのが難しそうです。それであらかじめ瞬間接着剤を仮止めしてからハンダ付けを行います。はみ出したハンダを除去して、これでつま板の向かって左側のディテール工作が終了しました。次は右側の作業に移ります。まずジャンパー線の取り付け穴を開けました。位置は今となっては全くの推測です。昇降用のステップを取り付けます。まずくず物入れの出っ張り部分に1箇所だけあるステップから始めます。出っ張り部分のステップの取り付けが終わりました。この後はつま板左側と同じようにして残りのステップを取り付けますが、その前に出っ張りの周りの瞬間接着剤を剥がしておきます。くず物入れから上のステップを取り付けました。次は微糖掛けを取り付けますが、こちら側は左側と比べてフックのつま板からの間隔が異なりますので自作します。まず厚さ 0.2 ミリ、幅 0.6 ミリの帯板を曲げたフック部分をつま板に取り付けます。フックを裏側からハンダ付けします。
クの下に支えのようなものがついていますが、これをフックと同じ厚さ 0.2 ミリ、幅 0.6 ミリの帯板から作ります。まず幅 0.7 ミリくらいのへこみを作ります。ここでは以前ご紹介したマイクロフィニッシュやスリットフィニッシュといった極細のヤスリを使用します。画像ではちょっと分かりづらいですが、帯板にへこみをつけたところです。この帯板を短くカットしてからへこみ部分をフックにはめ込んでハンダ付けします。これでつま板部分の工作が完了しました。ホロなどのホワイトメタル製パーツなどを買い付けしましたが、かなり賑やかになります。ちょっと時間がかかってしまいましたが、今回はここまでとします。ご視聴いただきありがとうございました。